はい、それでは今日はこれです。昨日、試食会 4つ全部4品種やったんですけど、さらにおまけをやるって言ってて、昨日から1日経ちました。これ硬すぎるメロンっていうやつ、緩まなかったメロンです。うちだとあそこまでもうカチカチで緩まなかったメロンは心配なので、出荷とかしない、取っとく。めったにないんだけど、だいたい緩んでくれるんだけど、本当に頑固に緩まなかったメロン、音がって書いてある。メロン自体はね、やっぱり硬かっただけあって、そのネットの時期にちょっとでかくパカンパカンって割れたところがちょっと見えるけど、そんなに顔自体は悪くない。でそれと2個鳴らしたメロン、鳴らしたんじゃない、なってしまったメロンですの試食をしていきたいと思います。これのあれは日記の中から今ちょっと切り取って、どういうやつだったのかをちょっと日記のところから拾ってきて挟みたいと思います。硬いな、頑固だな。こっちもほら、玉伸び的にはねそんなにね心配はしてないの。この時期はちゃんとに伸びるから全然いいんだけど、この硬さはちょっといかんせん緩めないとまずいね。発酵しちゃうね。こっちが硬かったんだけど、この硬いやつはまだ硬いのがある。ほら、たまにいるんだよ。であれだな、あれをほら、硬すぎるメロンってやつ、これだ。硬すぎるメロンってやつ、今になってもまだ硬い。この閉まったままのメロンが印しといて、切ったらどうなったのか、それも収穫後の試食の時にこれも検証してみよう。印しといて。はい、そんな感じで硬かったメロン、なかなか頑固に緩まなかったメロンがこれ。下手したら発酵してるかもしれない。発酵ってね、切って中が透明になってセメダインみたいな匂いになっちゃう。糖分がアルコール化してピリピリっていう風になっちゃう。それを発酵っていうんですけど、緩まなかったやつ。それとあれだな、そうだ、昨日の試食動画を4品種の試食動画を結構生産者の仲間の、先輩たちとかいろいろ見てくれたみたいで、自分家のメロンの糖度がいまいちノリが悪かったのは、本当に食べ頃で近くなると糖度計で測る数字が2度ぐらい落ちてくるもんだっていう風に結構何件か いただきました。それはもう普通に前からいや僕も知ってたんだけど、なかなか言い訳もしたくなかったんであれなんですけど、だから食感はちゃんとに味としてはすごくうまいんだけど、数字として出てこないっていうことも往々にしてある。だからもっと糖度を見せたい、動画で見せたいんだったらもっと若く試食した方がいいよとかって言われてるのもあったんですけど、昨日のは本当にうちのメロンは本当にベストな状態。あれ以上柔らかいと僕の好みだと柔らかすぎるし、あれ以上硬いとちょっとまだもうちょっと待ちたいなって思う感じだったかな、去年のやつは。はい、じゃあこっちにちょっと戻りましょう。まず重さを測っていく。この2個のメロン、2個鳴らしたメロン、これもう3回目かな。2個で 1.52。ただもう1個ずつだとこっちは小さいからな。これが多分上だよ。0.6、でこれが 0.86、 合わせて 0.5 で、これが緩まなかったメロンが 1.36。 そんな大きくねえな。やっぱり緩まないでカチカチぐらいのメロンだから、肥大率が多分悪かったんだと。はい、どっちからいくか。あれだな、こっちはあれだ、後でやるとして、この2個鳴らしたメロンの
上になってたやつ、これを切ってみよう。せーの。よし。お、これはしっかりしてる。日にち的にはね、これは後輩4日目で、これも後輩4日目だったから、22日、18、19、20、21、21日収穫の、今日が27日だから、6日経ってる。こっちが4。で、こっちは上についていくから、5か6かもしれない。こっちの方がだから若い、こっちよりは。はい。じゃあ、これでとりあえず糖度を測定してみましょう。なんか、見た感じそんなにうまくなさそうだよ。でも、肉自体は結構ほら繊細で滑らか。11.9。11.9 しかね。やっぱりな。これ、この間のさ、やつはさ、両方とも16度ぐらいあったっけ？やっぱり、こっちが負けてんのかな。こっちが上のやつだよ。間違いなく上になってたやつ。11.9。11.9 じゃ、ウリだな。ウリみたいなもんだな。でも、肉はすごく滑らかだよ。ほら。うん。薄いけど、ウリじゃない。うまい。うまい。薄いよ。薄いけど、メロンと言われればメロン。ちゃんとね。でも、ちょっとね、後味に青臭みが残る。じゃあ、今度下の方、やってみよう。こんにちは。お客さんが来たんだけど、ちょっとこのまま取っちゃいます。これが下の方、4日目。これと同じ日にち。切ってみよう。入れます。せーの、オープン。こっちの方がちょっと食べ頃になっていくから、糖度を測ってみましょう。こっちの方が滑らかよ。柔らかくて。13.2。やっぱり薄いな。前回の2個鳴らしたやつはさ、両方とも16度とか乗ってたけどね。まあ安定感ねえんだな。2つ鳴らしちゃうと安定感がない。でも1回食ってみる。13.2 度。滑らかなメロンです。普通にうまい。でもやっぱり昨日食ったやつよりは薄いけど、こっちは青臭みもそんなになく食べられる。全然食べられる。さあ、それではじゃあ次はこっち行ってみようか。この発酵してるかもしれないという硬かったメロン、21日収穫で今日が27、収穫後6日いってみます。これ重さ測ったよな。 1.3、はい、36 1.36。 よし、そんなに悪くはないぞ。あとはだからちょっと心配ではあるな。発酵してないといいけど。でも後半はねちょっと緩んではきた。でも昨日のからすると、昨日のあれのやつより交配日が4日、昨日のは1、そしてこれは4だから進みが早いか。やっぱりここいらがほら結構潤みが入ってる。ちょっとね発酵臭がする。ちょっとピリッてするっつうか、ちょっとなんか行き過ぎてるような。こっちの方がいいか。ここいらのちょっとしっかりしてるところを測ってみよう。こっちが上だからね、上付近の方を測ってみるか。
メロンはさ、こっちに糖分が集まるから下の方が甘いんだよ。だからいつも真ん中を測る。で、上の方が糖分はどっちかって言ったら低い。いくよ。せーの。オープン。13.5。やっぱりな。あ、でもさ、さっき最初に話した通りさ、結構食べ頃になってるから、糖度が落ちてきてるのかもしれない。あ、数字が落ちてきてるのかもしれない。昨日のも 13.6 とかだったからな。もうここいらもう透明に潤みが入ってきてる。結構。ちょっと行き過ぎです。発酵してるかもしれません。いただきます。うん美味しいよ。美味しい。けどちょっとやっぱりピリ感がある。多分だから少し発酵気味なんだよ。でも最後の方でしっかりとちゃんとにある程度は緩んできたから、これぐらいで済んでる。本当に完全に発酵してるやつはここが全部透明になってセメダインの匂いするから。まあでもこれ全然食べられるけど出荷つか OK、 出荷とかしなくてよかった。これはちょっとね生き気味だから判断としては良かった。もうちょっとてきめんに緩まなかったから、てきめんにきっちり発酵しててくれれば分かりやすい動画になったのかもしれないですけど、まあね一生懸命緩ませる努力もして、ここまででなんとか済んだから、まあ上出来でしょう。今回のこの部屋はこれで全部ですね。これで全部終了です。あとはここからまとめの総集編動画を作るので、またそれを見てみてください。2個のメロンもう若すぎ、そこそこ行き過ぎ、ちょっと発酵っぽい、そんな発酵の方はねややねちょっと筋張ってる。肉がちょっと筋張る、そういうこともある。だからやっぱり時期に緩ませるのは本当に大事なことだと再確認できました。そんな動画でした。もしよかったらグッドボタンを押してください。はい、今日はこれで終了します。なかなか勉強になりました。以上です。